今回は土佐黒潮鉄道ごめんなはり線に乗車します。開放感たっぷりのオープンデッキ車両で駆け抜ける東高知の旅、行ってきます。皆さんこんにちは、しおねるです。私は今高知駅に来ております。本日ですが、普段と変わった乗車時間を楽しめちゃう列車に乗りに来ました。駅前に大きなホームセンターがあるのって珍しくないですか？乗車するのは土佐黒潮鉄道ごめんなはり線。最初にこの路線名を見た時は方言なのかなと思っていました。路線愛称通り、高知県南国市にあるごめん駅から高知県奈半利町にある奈半利駅を結びます。終点の奈半利駅からは四国右下のこのとんがってる部分にある室戸岬やモネの庭などへも行けます。なんと線路をクジラが泳いできました。とってもポップで可愛らしい車両の新太郎号です。高知駅前にも銅像が立つ土佐三獅子の一人、一番右にいらっしゃいます中岡慎太郎先生の名が付けられています。2人掛けの転換クロスシートがあって、こちらは通路から一段高くなっています。そして山側には補助席があります。これバスでしか見たことなかったのでびっくりしました。土佐湾は日本有数のクジラの生息地ということで、クジラがモチーフとなった車両です。そして今回の目玉がこちら、オープンデッキです。ここに乗れるって最高ですよね。早く乗りたいです。しかも特別料金とかもなく、通常運賃だけで乗車ができます。前面後面展望も楽しめますし、お手洗いもついていて車椅子スペースもあります。車内から見たオープンデッキはこんな感じ。今すぐに外に出たいところですが、 JR 高知駅からごめんなはり線起点駅のごめん駅まではオープンデッキはお預けです。木の床に丸いライトでなんだか雰囲気もいいなと思います。車内では沿線情報とか風景などのたくさんのポスターがあって、待ち時間もこれからの旅も楽しませてくれますよね。網棚のデザインもクジラになっていました。細部までとってもおしゃれです。さあ出発しました。ここから終点の奈半利駅まで25駅、2時間弱の列車旅です。補助席も全部使用されていて、立ちが出るくらいには結構な人数が乗車しています。ここは高知県ということで、停車する駅はほとんどが正しく読めません。それがまた面白いです。ごめんなはり線には柳隆先生がデザインしたキャラクターが全ての駅にいます。次はどんなキャラクターかなと想像しながら楽しむのもこの路線ならではですね。まもなく布田に着きます。降り口は前側です。ドア付近のライトが点灯しましたら、ドア横の押しボタンでドアを開けください。30分ほどでごめん駅に到着します。駅に謝られることってあるんですね。来るだけで記念になる駅名です。
みんなでごめんポーズとかして写真撮りたいですよね。さあ、そしてここからごめんなはり線に入ってオープンデッキが開放されます。デッキ開放後はスピードを少し落として運転します。私も早速行こうと思ったんですけど、一気に人がなだれ込んでいったので、ちょっと順番待ちすることにしました。一つ懸念点としてはですね、自由席なのでデッキに出ると席が取られてしまうということなんですね。終点まではまだ1時間半あるので、きつい方も多分多くて、座席に荷物を置いてデッキに出られる方も多く見かけたのですが、それはあんまりしない方がいいかなとは思います。ということでデッキに入れてきました。もうきっと画面越しに皆さんも感じてくれてると思うんですが、この開放感たまりません。物部川橋梁を渡っています。よく見ると鳥もたくさんいて、とっても綺麗な川ですよね。さすが高知県といった感じです。ちなみにデッキは常にぎゅうぎゅう、お子さんも多いですね。全身で風を感じながら、エンジン音を聞きながら味わうこの爽快な走り、いつもとは違う乗車時間が気分を盛り上げてくれます。景色をダイレクトに見られるというのも嬉しいですよね。ありのままの色でその風景を感じることができます。しばらく田園風景が広がっていましたが、赤岡駅に近づくと海が見えてきました。鏡駅のキャラクターは鏡みかんちゃん。高知県で人気の山北みかんがモデルで、みかん狩りの季節には観光客もたくさん来るみたいです。キャラクターからこの街について知れますし、興味を持つきっかけにもなりますよね。こんな感じで今は何の心配もなく楽しく乗車しているのですが、突然トンネルに入る前は風圧に注意というアナウンスが入りました。若干ビビりつつも、大丈夫でしょって余裕の顔してたらですね、おまわりさまです。もう匂いも音もすごくて、風圧で息もしづらくて、何回か経験するとですね、トンネルに入る前にパニックになりかけます。気抜いてたら倒れちゃうので、入る瞬間に座ってる方も多かったです。こんな体験できることはなかなかないので、面白さと恐怖とでだいぶせめぎ合ってました。列車はしばらく海沿いを走るので、雄大な景色にうっとりしながら進んでいきます。今私が乗車しているのはごめんなはり線ですが、ごな線と略すこともあるみたいですね。かつては廃線となってしまった秋線という土佐電気鉄道の鉄道路線が五面駅から秋駅まで同じようなルートで走っていたそうです。こういった景色も高架線ならでは。
もし今も空き線があったらとか、空き線があった頃の景色とか生活もどんなものだったか気になります。そしてこちらは和食じゃなくて和食駅。お寿司が食べたくなりました。土佐黒潮鉄道ごめんなはり線ですが、なんと日本で一番新しいローカル線なんですね。開通が平成14年ということで、私も生まれています。乗車の上、運賃箱へお入れください。定期券の場合は運転士にお見せください。We will be soon arriving at 安芸駅には車庫があって、阪神タイガースのラッピング車両にも会えました。ご乗車ありがとうございます。ここには阪神のキャンプ地である安芸市民球場があります。あとしらすも美味しいです。今回この列車に乗車するときに観光地の候補をいろいろと探していまして、室戸岬まで行きたいなとか考えていたんですけど、鉄道が走っていなくて行くのが若干難しかったんですよね。それで調べたのですが、この路線は奈半利駅までですが、もともとは徳島県にある牟岐駅まで走る計画だったそうです。季節路線の牟岐線と接続する区間から工事を開始して、牟岐駅から海部駅が開業した後、国鉄再建法により工事が中止となってしまったそうで、その後徳島県側は阿佐海岸鉄道、高知県側は土佐黒潮鉄道が引き受ける形で建設が再開されて、それぞれ無事に路線開業したそうです。でもその2つの路線の間部分は未成線となっていまして、その周辺はバスが走っています。ここも開業されていたらなんて考えちゃいますね。終点奈半利駅に到着です。駅を出るとすぐにレストランとデッキスペースがあって、駅に着いたことを一瞬で忘れていました。奈半利駅到着しました。こちらが奈半利駅。すごい駅が結構大きくて、物産館とかレストランもついてますね。奥にはスーパーもある。ここからの観光はバスで。私はモネの庭を散歩して、帰りはちょっとバスの時間が合わなかったのでタクシーを呼んで、一つ前の田野駅にある道の駅に来ました。ここで買うお魚が美味しいみたいです。タクシーの運転手さんが教えてくれました。遅めのお昼ご飯にカレーうどんをいただきます。ルーを上からかけるタイプってなかなか珍しいかなと思いました。高知に戻る前に和食駅を降りて太平洋が一望できる琴ヶ浜にも行ってきました。毒蛇出没注意っていうね、お初の看板を目にしました。多分夕方だからか私しかいません。ちなみにここは和敷川が合流しているんですが、
その川にはカッパが住んでいるという伝説があるみたいで、だから和食駅のキャラクターがカッパなんですね。この波打ち際の砂石が大きめなので、普段の波の音とはちょっと違います。他にも途中下車してみたい駅がたくさんあったので、またのんびり乗りに行きたいなと思います。ということで、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。